こんばんは。不動産 OL のあきです。今日は賃貸不動産経営管理士、略して賃貸管理士の勉強方法についてシェアします。最初に勉強法の要点をお話しすると6点あって、1点目が5点免除の講習は受けた方がいい、2点目が読解力のある人は独学、ない人は通信講座がおすすめです。3点目が全体をまんべんなく勉強すること、4点目が過去問より予想模試に重点を置く、5点目が改正点は必ず抑える、最後6点目は暗記できない箇所は捨てるです。目次はこんな感じです。少し長くなると思いますので概要欄のタイムラインをご活用ください。まず賃貸管理士とは、賃貸管理士は宅建の弟分のような資格で2021年に国家資格になりました。賃貸不動産の経営や管理に関する知識を学べる資格です。2020年に賃貸住宅に関する新たな法律、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行され、試験内容がぐっと難しくなりました。日常生活でも役立つ内容が多く、例えば賃貸住宅の退去時の壁の汚れはどこまでが借り主の負担で、どこからが大家さんが負担なのかなども学ぶことができます。不動産関連のお仕事をしていない方でも、お家が賃貸の方、不動産投資を考えている方は役立つ知識が身につくので、勉強して損がない資格だと思います。次に勉強時間と合格率です。勉強時間は200から250時間と言われています。私は9月から勉強を開始して150時間ぐらい勉強しました。宅建を持っていることもあり、民法や設備などの基礎知識があったので、少し少なめに済んだのかなという印象です。合格率は 27% 前後です。宅建士の合格率15から 17% と比較すると、賃貸管理士の合格率は高く感じますが、この資格の注意すべきところは受験者のレベルが高いことです。宅建士は不動産会社に勤務しているとほぼ強制的に受けさせられるので、受験会場に来ない方、勉強していない方も毎年一定数います。対して賃貸管理士は宅建合格者やダブル受験者が受けるので、その中で上位 27% に入るのは大変で、見た目の合格率よりも難しく感じます。合格点は50点中、昨年は36点、一昨年は34点となっています。私は5問免除で40点だったので、なかったらかなり危なかったです。次に5問免除は受けるべきか。5問免除は受けた方がいいと思います。理由は出題範囲が不明確であるためです。宅建士は5問免除の範囲が明確になっているので、その分野が得意ならば受けなくていいと思いますが、賃貸管理士は範囲が決まっていないので、自分の苦手分野が出てしまう恐れがあります。合格者の約半数の 46% が5問免除者なので、半数が全問正解している問題を落としてしまうとかなり痛いです。なので苦手分野がないよって方以外は受けることをお勧めします。ちなみに5問免除者の合格率は 32% ですが、5問免除していない方の合格率は 23% です。結構低いですよね。次に5問免除の講習についてです。講習日程は令和6年は7月24日水曜日から9月20日金曜日です。遅ければ遅いほど会場が偏僻な場所しか空いてないので、早めの申し込みがいいと思います。私はかなり遅くに申し込みをしたので、都内なのに山奥の会場でした。行くの大変でした。費用は受講料が 18,150 円プラステキスト代が約4000円で、合計が約2万2000円です。講習内容に関してサイトには1、こちらの公式テキストを使用したおおむね2週間の事前学習、2、公式テキストを使用した1日講習と確認テストと記載がありますが、私は1の事前学習は行いませんでした。そして2の講習当日、最後に確認テストはあるものの回収されないので、ただ会場に行けば大丈夫です。当日は9時から5時半まで録画された映像を見るだけでした。これで2万円かっていうのは正直な感想です。当日注意すべき点は、こちらの公式テキストを事前に購入する必要があります。
公式テキストを忘れると受講ができなくなります。当日も販売はされていた気がしますが、数がかなり限られていました。公式テキストは Amazon で購入することができます。毎年刷新されるので、フリマアプリで購入される方は年度には注意してください。次に使用した教材についてです。教材は4つで、1つ目が通信講座のアガルート、2つ目が過去問、3つ目がタックの直前予想模試で、4つ目が YouTube です。こちらの公式テキストは使用しませんでした。分厚くて分かりづらいんですよね。私が合格できたのはアガルートの講座とタックの予想模試です。どちらか欠けても合格できなかったと思います。まずアガルートにした理由は3つあります。1つ目が合格率が高いこと、2つ目が合格特典で全額返金されること、3つが市販のテキストで理解できなかったためです。1つずつ説明すると、1の合格率に関して、アガルートの合格率は令和5年が 87.5%、令和4年は 79.2% でした。この合格率は合格発表後のアンケート集計なので偏りはありそうですが、当時私が賃貸不動産経営管理士合格ブログなどで検索した限りでは、アガルートで合格した人が多かったです。2つ目の合格特典に関してです。約7万円の全額返金、もしくは2万円のお祝い金がいただけます。独学でもテキストや問題集を買うとまあお金がかかるので、お金をかけたくないよって方にもおすすめです。宅建合格していると割引がありました。合格特典にはアンケートに協力したりと条件があるので、概要欄にサイト URL 記載するので、気になる方は確認いただければと思います。3つ目の市販テキストで理解できなかったため、私はタックのみんなが欲しかったシリーズを購入したのですが、国語力が著しく低いのでいまいち整理できなかったんですよね。なのでアガルートにしました。アガルートにしてよかったことは、講義が分かりやすかったです。この講義を聞かなければ管理受託方式とサブリースの違いがいまいち分からず落ちていたと思います。アガルートのデメリットは、テキストの構成はタックの方が分かりやすかったということです。読解力がある方はタックのテキスト問題集がおすすめです。もう一つ、アガルートの予想模試の解説の内容が薄く感じました。なので予想模試もタックがおすすめです。次に過去問に関して約10年分ほど解いたと思います。ただ国家資格化された後の2021年以降の過去問と予想模試だけで良かったなと思いました。予想模試に関して当てるタック直前予想模試、これはすごい良かったです。昨年ドンピシャで出た問題がありました。また周辺知識の補足が充実しているので、かなり力がつくと思います。余裕があれば今年発売された分だけではなくて、過去の分を遡って解くといいと思います。理由は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されてからの過去問が少ないため、少しでも多くの問題を解いて感覚をつかむことが大事だと思います。 YouTube に関して田名行政書士の賃貸不動産経営管理支部見ていました。違う人の講義も聞くことによって理解が深まった気がします。次に試験の出題範囲と対策に関してです。分野別の出題数はこんな感じです。試験を受けて感じたのは、宅建のように得点源になる分野がないので、全体的にまんべんなく勉強する必要があります。強いて言えば賃貸住宅管理業法を強化するのがいいかなと思います。民法借地借家法が難しいです。法律的に考えたらこういう答えになるはずというリーガルマインドが必要になります。これは予想模試で感覚を鍛えるのがいいと思います。建物設備に関しては思ったより出題数が少ないと感じました。出題数は9問となっています。建築基準法周りの数字は建築士の受験対策で語呂を作っている人のサイトを見つけたので、その語呂を暗記しました。設備系は苦手だったので半分ぐらい捨てました。具体例を挙げると、給湯方式の分類は3つあって、1つ目が引用給湯方式、2つ目が局所給湯方式、3つ目セントラル給湯方式があるんですが、過去に出た2番目の局所給湯方式と覚えやすい3番目のセントラル給湯方式を覚えて、残りの1番引用給湯方式は覚えないという形です。全体を暗記しようとすると、私は暗記精度が低いので3つの内容がごちゃごちゃになっちゃうんですね。その代わり点数配分が大きい
賃貸住宅管理業法や民法は満点を目指して勉強しました。この試験は満点を取らなくても合格できるので、苦手分野に固執してたくさんの時間を割いたり、モチベーションが下がるよりは全体のバランスを見て捨てれそうだったら捨てていいと思います。次が改正点からも問題が出るということです。昨年は改正点からもダイレクトではないですが問題が出ました。アガルート補修という形で解説動画が上がったので、それは予備校の強みだと感じました。市販のテキストでも QR コードがついていて、それを読み込むと改正点がアップされるみたいなので、直前にチェックされるといいと思います。昨年は棚田行政書士の YouTube でも改正点の解説動画が上がっていて分かりやすかったです。勉強スケジュールに関してです。私は9月から勉強を開始しました。11月まではテキストと問題集を解いて、11月からは過去問や模試を解き始めました。勉強方法はテキスト、講義を受けて問題集を解くの順番です。大人になると時間がないので問題集から解くといいと言いますが、私はそのやり方だと問題が解けなすぎてモチベーションが下がるので、セオリー通り教科書から問題集という順で解いていました。問題集の解き方に関しては、問題は丸×形式なので、回答が×の問題は自分で正解が書けるように、回答が丸の問題も周辺知識を補足できるくらいまでは仕上げました。問題集は3周したと思います。毎回間違える問題は間違いノートを作っていました。前日や当日、時間がない中、復習箇所が明確になるので効率的に復習することができます。また書くことによっても記憶が定着するので、覚えられないものに関しては有効的です。先ほどもお話ししたように、どうしてもわからない論点や暗記できないものは捨てるのもありだと思います。次に予想模試に関して、予想模試は3回転ぐらい解いたと思います。ただ時間がなかったので、一度解けた問題はもう解かないようにしていました。そして予想模試は問題にランク付けされているので、 A 問題を完璧に B もできれば、そして C は間違えても重点的な復習はせず、さらりと見直す程度でメリハリをつけて勉強しました。最後おまけなんですけども、脳に働きかけるということもしていました。勉強前に必ず手帳に賃貸不動産経営管理士に合格しました、ありがとうございましたと書いてから勉強していました。どういう効果があるかというと、書くことで脳が本気になるそうです。また過去形で書くというのがポイントで、目標を過去形で書くことで脳が混乱して整合性を取ろうとするそうです。これは賃貸管理士に限らず、他の資格でも仕事でもプライベートでも何でも当てはまることなので、何か叶えたい夢や目標がある方はぜひ試してみてください。はい、以上が賃貸管理士の勉強法でした。まとめると、5問免除の講習は受けた方がいい。読解力に自信がない人はアガルートがおすすめです。3番目が過去問より予想模試に重点を置いてリーガルマインドを鍛える。4点目が改正点は必ず抑える。5点目が暗記できない箇所は捨てるです。最後までご視聴いただきありがとうございました。宅建士の勉強法の動画も出しているので、宅建も受けるよって方はぜひそちらもご覧ください。このチャンネルでは不動産 OL で整理収納アドバイザーの私が不動産系の資格の勉強法やマンション購入期、片付けについて発信しています。今後はスタディ Vlog やスタディ with me などの動画も作っていきたいと思っているので、勉強頑張りたいなって方はチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。一緒に頑張りましょう。それではさようなら。